2023年製新型 N ワゴンカスタム L ターボデビュー49。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。 N ワゴンの後部座席に取り付けた青色 LED です。カーテシ LED と連動させているのでドアを閉じると消灯します。全席はライトと連動させているのでドアを閉じても消灯しません。なので今回はせっかく LED を取り付けたのでカーテシ LED からライト連動に切り替えられるスイッチを取り付けたいと思います。方法は簡単で、イルミ線を全席からリレーボックスまで配線してスイッチをつけたら回路を少し変更します。それだけで切り替えることが可能です。これでその日の気分で点灯を変えられるので、日によってスイッチを操作してバリエーションを持たせます。興味のある方はどうぞ最後までご視聴ください。回路変更の計画。回路変更部分は1、イルミ線青の配線。2、スライドスイッチの取り付け。3、配線の切り回し。4、コネクターの変更です。これはリレーボックスにイルミ線を取り込むためコネクターを 2P から 3P とするものです。これらは各項の中で実演も含め詳しく説明しています。これらの内容で変更作業を進めていきます。ちなみにリレーの回路が分かりにくいので配線ラインを強調します。さらにハッチを入れます。このように各部を接続して基板を作っています。リレーボックスの改造。リレーボックスを外してきました。箱にスライドスイッチを取り付けて 2P のコネクターを 3P に取り替える簡単な改造です。まず横に穴を開けてスイッチを取り付けます。スライドスイッチの位置を右いっぱいに決めます。リレー基板と干渉するので少し左に移動します。イルミ線を配線したらリレーの出力線をカットしてスイッチに経由させます。イルミ線を延長してスイッチに接続します。このスライドスイッチを使います。スイッチの穴を開けてコネクターの穴も広げて大きくしました。コネクターも1つ2番目 2P から 3P に取り替えました。このようになります。ネジを外してスイッチを取り付けます。ネジは 2mm で下穴は 1.4mm としました。終わりました。基板を収めます。リレーと端子基板をグルーガンで固定します。終わりましたが固まるまでクリップで押さえます。リレーボックスの完成。リレーボックスが完成しました。
スイッチとネームです。コネクターとネームです。このように完成しました。リレーボックスの試験。プラスに黄色を2本つなぎます。左右のリレー電源用です。表示用の LED にマイナスをつなぎます。出力用の赤線を表示用 LED のプラスにつなぎます。これがイルミ線です。各々の設置は束ねてマイナスに接続しています。この電圧をかけます。右側のプラスをつなぎます。表示用 LED が点灯しました。左側にもつなぎます。リレーが閉じる音がします。次にスイッチをイルミ左側にしてみます。現在カーテシ側のスイッチをイルミ側にスライドします。イルミ線にプラスをつなぎます。表示用 LED が点灯しました。これで回路が確認されました。コネクターのピン抜き。端子を抜き差ししなければならないので少し説明します。端子の裏側にはこのように突起角があります。人差し指側の小さい角です。ハウジングに差し込むとこの角が引っかかって抜けなくなります。単純ですがほとんどの端子がこのような仕組みになっています。抜くときはこの角を押すことで外れます。こんな感じです。角を押して引っかかりを解除しているのですね。イルミの配線延長。運転席側のイルミ電源を分岐して後部までガーニッシュで配線延長します。電線にはラベルで表示します。配線の接続変更。イルミ線が増えたのでコネクターを外して電線を入れ替えます。一番左に突起を下にしてイルミ線を差し込みます。カツンと手応えがあると突起が引っかかって電線は抜けなくなります。次は左のカーテシプラスです。穴の大きさが決まっているので圧着がうまくないと入りません。同じように差し込みます。爪を下向きにしています。最後にマイナスです。終わりました。これから体裁を整えていきます。
たるんだ線を戻しています。パイプの口元にテープを巻いておきます。終わりました。ガーニッシュを閉じます。最終試験。スイッチをカーテシ側にして LED がドア連動するか再度確認します。青色 LED がカーテシ LED と連動しているので OK です。続けてスイッチをイルミ側にしてドアを開閉します。後部ドアを開けると青色 LED が点灯しています。ドアを閉めてもそのまま青色 LED が点灯しているので OK です。これで動作が確認できました。時間がない方は説明欄の URL からショート動画をどうぞご視聴ください。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。